ルネです。今日は欄間と天井を作ります。和風ドールハウスもこれで5面が出来上がりました。まずは欄間から早速作っていきましょう。ヒノキ材を4センチの長さにたくさん切ります。このカット台があれば簡単に同じ長さで切れます。詳細は丸1の障子を作るで紹介していますので概要欄に載せておきますね。ヒノキ材が切れたら下書きに合わせて接着します。上の横棒は長いまま動かないようにマスキングテープで留めておきましょう。あとはひたすら1センチ間隔でくっつけます。下の横棒は接着せずに合わせるだけです。ボンドが乾いてから下を取り付けた方が歪まずにつきます。マスキングテープで固定してボンドを乾かします。ボンドが乾いたら余分なヒノキ材を切ります。切ったところはヤスリをかけます。欄間部分ができたので黒く塗ります。ヒノキ材を L 字に接着して柱を作り、スチレンボードに和紙を貼った壁と接着していきます。真ん中に合わせてヒノキ材を貼ってから壁を接着します。柱と上の壁もくっつけます。欄間の完成です。次は天井を作りましょう。天井用のスチレンボードです。奥行きが出るように奥が細い台形にしたのですが、このおかげでとっても大変でした。サイズを直接書き込んでみましたがずれちゃうんですね。格子のサイズにヒノキ材を切って溝を入れていきます。縦のヒノキ材をまとめてマスキングテープで固定し、溝になるところに印をつけてミニクラフトソーで半分の厚さまで切れ込みを入れていきます。切り込みが入ったらマスキングテープを外し溝を作っていきます。丸1で紹介した障子の作り方と同じですが、ヒノキ材の太さが違うので少し力が必要です。でも木の目に合わすときれいに取れてくれます。縦の溝が掘れたのでこれに合わせて横棒の溝を掘る作戦です。組んでから印をつけて溝を掘ればずれないだろうと思ったのです。横棒にも溝が掘れました。方向と順番も書いたしバッチリなはずです。組んでいきます。しっかりはまるように上から叩きます。いい感じにできているようでしたので壁と合わせてみます。左右の縦棒がずれています。溝の位置が全然違うので左右は溝なしの木材でやり直しました。なんとかやり直してできましたが下書きとはずれています。難しいですね。とりあえず塗りましょう。乾いたらいらない紙で格子をかたどります。順番がわかるように番号を振ります。スチレンボードにも同じ番号を書いておきましょう。金色になるところには赤丸をつけてカッターで切り離します。金色と着物地を貼る部分に分けてから折り紙と着物地を型に合わせてカットしていきましょう。
紐の地は色のバランスを見ながらカットしましょう。木工用ボンドをスチレンボードに広げて貼り付けます。たまに格子を合わせてみて、はみ出たりずれたりしていないかをチェックします。全部貼れたら格子にボンドをつけて押さえながら接着します。はみ出たボンドは濡れティッシュで拭き取りましょう。欄間より奥の部分には赤い和紙を貼り、照明用の穴を開けます。電動ドリル用のドリル部分です。いよいよ全体と合わせていきます。どうなることやらと思いましたが、いい感じですね。最後に照明を取り付けます。照明が入ると雰囲気出ますよね。5面すべて出来上がりました。まだまだ小物を作ったり、外側も美しく作り込む予定です。お疲れ様でした。また見てくださいね。